川越駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、川越城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の川越駅です。そして目的地が川越城です。駅から徒歩3、40分で到着しますが、お好みによってバスやレンタサイクルを利用することもできます。また、西武新宿線の本川越駅から行くこともできます。駅から北上しまして、途中の小江戸倉里、大正ロマン夢通り、蔵造りの街並み、川越市役所などを経由して川越城に向かいます。なお、蔵造りの街並みは重点建築に選定されたエリアです。では、早速向かうことにしましょう。川越市観光産業館小江戸倉里です。川越観光の拠点となる施設です。大正ロマン夢通りはレトロな建物が並ぶ商店街です。山崎美術館の角を曲がると蔵造りの街並みが現れます。電線が地中化されているので見通しがいいですね。川越のシンボル、時の鐘です。17世紀前半、川越城主、酒井忠勝によって建設されました。現在の鐘楼は、1893年に起きた川越大火の翌年に再建されたものです。菓子屋横丁です。下町風の駄菓子屋が並んでいます。札の辻交差点です。かつて考察場があったところです。現在でも交通量の多い交差点となっています。ここを東に向かって進みます。市役所の前に立つ太田道灌像です。かつてここに西大手門がありました。中野門堀跡です。城の堀跡としては唯一残されているものです。川越城は1457年、扇ヶ谷上杉氏の家臣、太田同心、道灌親子によって築城されました。1537年、武蔵の国に攻勢を強めた北条氏が川越城を奪取します。1590年、小田原征伐によってその北条氏は滅亡。徳川家康の関東違法に伴い、以後は徳川氏の譜代大名が川越城の城主を務めるようになりました。
城跡の入り口に到着しました。まずは案内板を見ておきましょう。本丸には5殿が置かれ、いわゆる天守は建てられませんでした。南側の富士見櫓が天守の代わりをしていたようです。また、二の丸は現在、川越市立博物館の敷地になっています。本丸御殿に向かって歩いています。左右には高さ1メートルほどの土塁が再現されています。東日本に唯一現存する本丸御殿です。建物内部は有料で見学できます。本丸御殿は1848年、松平成常によって造営されました。川越城の本丸御殿は日本に現存する4つの御殿の一つです。現存する本丸御殿はここ川越城と高知城、二の丸御殿は掛川城と二条城にあります。広間です。かつて中学校の体育館として使用されていたことから、天井にはバレーボールの跡が残っています。川越城と初刈公園では段階的整備が行われています。2022年、川越市は市制100周年を迎え、その短期目標が完了しました。本丸御殿前と北門周辺の移行調査が行われ、その後、初刈公園本丸御殿周辺広場が開園しました。先ほど目にした土塁も整備事業の一環として再現されたものです。御殿の横には休憩所も設置されました。野球場などの施設は今後移転される予定です。その後は芝生公園となり、御殿の東側には帯車門が復元されるようです。三好野神社です。わらべ歌、通りゃんせ発祥の地と言われています。富士見櫓跡です。この上に富士見櫓がありました。博物館前に移築された霧吹きの井戸です。虎櫓跡碑は博物館の北側奥に立っています。続いて城の北側、川越氷川神社と東明寺に移動します。川越氷川神社は川越城歴代城主から厚く崇敬されていました。東明寺は川越野戦があったと伝わる場所です。
川越野戦とは、川越城を支配していた北条軍と川越城奪還を図る扇ヶ谷上杉、それに加勢した山内上杉、古学坊の連合軍との戦いです。10倍以上の兵力で連合軍に包囲された北条軍は、救援もなく落城寸前となります。1546年、そこに北条氏康が野戦急襲を仕掛け、敵兵を壊滅に追い込みました。城内にいた北条綱重も、これに呼応して城外へ打って出ました。この戦いにより、北条氏の南関東支配は強まり、一方、連合軍勢力は衰退、滅亡へ向かうことになりました。最後は城の南側、北院を訪ねます。北院の地領に建てられた千馬東照宮です。この上に社殿があります。中には入れませんが、隙間にカメラを入れてみましょう。北院です。830年の創建と伝わります。1599年、天海僧正が住職となり、地号が無料樹寺から北院となりました。江戸城にあった建物も移築されています。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。